今回は春の花の撮影上手に撮るためのヒント7つについてです。桜の見頃は過ぎましたが、チューリップやツツジ、ボタンなど春の花が次々と咲いています。写真31枚見ながら春の花の撮影ポイントを解説したいと思います。本日お話しするポイントはこちらになります。音楽や絵画などは頭に浮かんだ想像したものをゼロから形にしていきますが、写真はすでに対象が目の前にあります。その目の前に広がる光景の中でどれを主役にしてどのように表現したいのかイメージすることが大切です。明るい、暗い、渋い、爽やか、柔らか、可憐、エレガント、キュート、クールなど、これはお花に限らずどんなシーンにおいても大切なファーストステップかと思います。そしてそのイメージで主役を生かすためにはどんな画角でどんな背景でどんな構図でどのような色彩でどのような明るさで今ある光をどう捉えるかを演出家になってカメラで表現していきます。それを踏まえて撮影した写真を見ていきたいと思います。まずこちらの2枚、主役はこちらとこちらと同じ赤い花ですけれども、パッと見てどのような違いを感じたでしょうか。チューリップは手前のチューリップにピントを合わせずに前ボケで色を添えて背景をカラフルに明るく撮影しています。それによってふんわり柔らかで優しい雰囲気のパステル調に仕上がりました。こちらのツツジは光が当たっているしべにピントを合わせて、このしべが目立つように背景は暗めに映っています。どちらも主役は同じ赤い花にもかかわらず受ける印象が違うかなと思います。次はこちらの2枚、引きの俯瞰で撮影をした写真になります。おそらくほとんどの方はこちらのようにさらにもっと広い画角で撮影するのではないかなと思います。この場所に来た思い出、記念として残すのであれば、どのような場所で花はどんな感じだったか、人はどのぐらいいてどんな雰囲気だったかなど分かりやすくて良いと思います。ただ誰もが撮影する写真以上にさらにもう一歩この場所を生かした撮影をするのであれば、こちらの写真の方が印象的ではないかなと思います。この外国人の女性たちが日本を楽しんでいる様子がとても印象的だったので、彼女たちを主役にして撮影をしています。彼女たち以外に人が写っていないのは日の傾きからもわかるように終了時間間際だったからなのですが、他の人が映ってないことでより彼女たちが際立ったかなと思います。どうしてもあれもこれも画角に収めたくなりますけれども、主役を引き立てるためには無駄なものを入れない引き算も必要になってきます。次はこちら、画角や背景、構図を見てみたいと思います。構図としては黄金分割ハイブリッドになります。このツツジを交点パワーポイントに置いています。黄金分割の詳細は桜の撮影や梅の撮影で詳しく説明していますので、お知りになりたい方はそちらをご覧いただければと思います。一面ツツジの中で枝が飛び出しているこのツツジは立ったまま撮影をすると飛び出しているのが分からず周囲のツツジと同化してしまうので、このツツジが目立つようにしゃがんで暗い木々を背景にして、かつ手前のツツジを前ボケにして撮影をしました。カメラを構える高さ、視点の位置を変えるだけで画面全体の印象がガラリと変わります。他の方の撮影している様子を拝見すると、このカメラを構える高さをうまくされている方は一部に限られている印象なので、ぜひカメラの高さ、ポジションを変える、傾き、アングルを変える、これを意識してみるだけで簡単に違った表現が可能なのでお試ししてみてください。
ボタンを真上から撮影をした4枚になります。こちらは後ろのボタンを左側に入れて黄金分割かつ対角線にしています。こちらも全体的に右に寄せた C 字構図になります。料理などでもよく使われる構図ですが、主に丸い被写体の場合、あえて片側を切ってもう片側は余白を入れることでバランスが良くなり、お花に目が行きやすくなる効果があると言われています。こちらは日の丸構図です。誰もが取りがちで面白みのない構図とも言われていますけれども、このように真ん中にクローズアップで配置するとインパクトがあり、被写体の魅力がストレートに伝わりやすい構図とも言えます。こちらは両サイドに無色の葉っぱの緑を入れています。下のこちらはさらによって葉っぱは入らずに撮影をしています。印象はいかがでしょうか？ワンパターンだけではなく、先ほど説明したポジションとアングル、そして構図を組み合わせて様々なパターンで撮影することをお勧めします。次はチューリップの写真。どちらもカラフルに仕上げるために背景の色や玉ボケが入るようにチューリップの高さにしゃがんでローポジション水平アングルで撮影をしています。こちらの光の当たった明るい色のチューリップを主役に濃い色のチューリップを前ボケで囲ってフレーム構図で撮影をしています。主役が白飛びしないように露出を下げることでこの周囲のところは色がさらに濃くなっています。こちらは日が当たっていないので影もなく全体的に同じトーンで、構図は黄金分割と対角線の組み合わせになります。斜めの配置は画面に躍動感やリズム感などが生まれると言われています。次は背景に玉ボケを生かした撮影です。木々の隙間や光が当たった葉っぱ、雨の雫などキラリと光るものなどが玉ボケになるので F 値で玉ボケの大きさをコントロールします。こちらはこのしべが美しかったのでこちらにピントを合わせてしべが目立つように横から撮影をしています。色が薄い花にピントを合わせると暗い背景はより暗くなって明暗さが際立つようになります。こちらも同じくしべにピントを合わせてますけれども、お花と背景の明るさが同等なので明暗はそれほど差がありません。どちらとも露出補正がプラス 0.7 と同じですが、背景もこちらよりも明るくなっています。主役と背景の明暗さ、色の濃さで全体の印象が変わるのがわかるかなと思います。こちらは同じお花で少し横に移動して撮影をした写真です。いかがでしょうか？背景、そしてツツジの写り方も変わっているのがわかるかと思います。こちらは右側から捉えて、しべがわかりやすく、葉っぱが映り込んでいます。こちらはこの花の正面から捉えることで、しべは目立たなくなりましたが、葉っぱは見えなくなりました。しべの曲線を生かしたツツジなのか、葉っぱを入れずに手前の花に埋もれた先のツツジなのか、自分が表現したいのは何か次第で、撮影する位置を変えてみると良いかと思います。次は引きの俯瞰で同じく撮影する位置を変えて撮影していますが、日の当たらない暗い場所を生かして暗い箇所を暗くするためにツツジがより際立っています。正面からだと暗い箇所が多くなって、よく見るとこことかに葉っぱが見えます。横からですと葉っぱが見えなくなって暗い箇所が少なくなっています。
黒と白のバランス、どちらが良いかは好みになるかと思いますが、ちょっと横に移動しただけで見え方が違うのがわかるかと思います。次は気をつけたい注意点についてです。撮影したのはこちらになります。こちらは編集ソフトで明るくしたものになります。見比べてみると、花びらの細かい質感がこちらは失われてしまって、のっぺりとしてしまっています。これを色飽和や色つぶれ、色飛びと呼びますが、彩度を濃くしすぎたり、明るすぎると、特に赤や黄色など鮮やかな原色系は、このように色がベタッとしてしまいます。こちらで撮影して編集で暗くしようとしても、このような質感は出てこない可能性もあるので注意が必要です。質感が失われないように、彩度と露出のバランスに気をつける必要があります。ただ、主役以外のボケなどの花が色飽和しても問題ないと思います。次は光についてです。こちらのボタンですが、木々の隙間からちょうどしべの部分に光が差し込んだタイミングで撮影をしました。それを活かしてしべが魅力的になるように目線を落とした角度で背景の暗さと手前の花びらの日陰の暗さを活かし、前ボケでスポットライトに照らされ浮かび上がったようにして、かつ C 字と3分割法で撮影をしています。こちらのツツジも日差しと木々の影のコントラストを生かしてカメラを少し斜めに傾けて撮影をしました。晴れた日は季節や時間によって光が差し込む方向や角度が変わってきます。その光を探して見極めて上手に活かしてみると簡単に雰囲気が見違えます。こちらは全体的に暗いトーンで撮影した4枚になります。光の当たった花に焦点を当てることで、それ以外が暗くなっています。このボタンは横から差し込んだ光が当たっているしべ。この白いツツジ。こちらはカールをしたしべ。そしてこちらは黄色いお花にピントを合わせています。次は先ほどとは反対に明るいトーンで撮影した4枚になります。背景は光が当たっているので明るく、花や葉っぱの色がカラフルになっています。光の捉え方次第でこれだけパッと見た第一印象が変わることが分かったかなと思います。暗い方はこのような感じで、明るいのはこのような感じになります。最後に今お話をしたまとめになります。まず大切なのは、どの花を主役にするかを決めて、出来上がりをイメージすることです。このイメージがないと、ワンパターンで記念撮影のような無難な仕上がりになりがちなので、同じ場面、同じお花で、アンニュイな渋い感じにするには、爽やかでキュートにするには、など演出を考えてみるようにしましょう。主役が決まったら、さらにお花全体なのか、しべなのか、花びらなのかを決めてピントを合わせていきます。そしてイメージに合わせて主役が生きるために、引き立つために光を読んで、背景、画角、構図、明るさ、色彩を決めていきます。カメラの設定は明るい時間帯で被写体が動かない場合はブレる心配はないので、絞り優先でも OK です。F 値で被写界深度とボケ感をコントロールして、シャッタースピードは昼間の明るい時間帯であれば絞り優先でもカメラが自動的でシャッタースピードを速くしてくれるので、ブレる心配はないかと思います。影になっている場所や曇りの日、明け方や夕暮れなど明るさが足りない環境の場合は絞り優先でシャッタースピードがカメラが自動的に遅くなる可能性があるので、その場合は手ぶれしないシャッタースピードになるように ISO を上げてみてください。
マニュアルの場合はシャッタースピードをつけてるレンズの焦点距離を分母にして、またセンサーサイズがフルサイズではないカメラでしたら APS-C は焦点距離に 1.5、 キヤノンは 1.6、 マイクロフォーサーズは2をかけた数字を分母にするとより確実に手ブレが防げます。ただ計算が面倒だったり手ブレ補正があれば焦点距離ズバリを分母で大丈夫かなと思います。そして明るさを絞り優先では露出補正、マニュアルはシャッタースピードで調整をして、色はホワイトバランスに各メーカーのピクチャースタイルやクリエイティブルックなどで色やシャープネス、コントラストなどを調整します。ピントについては自分が見てほしい箇所に合わせていきます。以上となりますが、これから夏にかけていろんなお花が咲きますので、演出家になったつもりで様々な表現をお楽しみいただけたらと思います。